羅生門。芥川龍之介。ある日の暮れ方のことである。一人の下人が羅生門の下で雨やみを待っていた。広い門の下にはこの男の他に誰もいない。ただ、ところどころに塗りの剥げた大きな丸柱にキリギリスが一匹止まっている。羅生門が朱雀王子にある以上は、この男の他にも雨やみをする一目傘やもみえ星がもう2、3人はありそうなものである。それが、この男の他には誰もいない。なぜかというと、この2、3年、京都には地震とか筋風とか火事とか飢饉とかいう災いが続いて起こった。そこで洛中の寂れ方は一通りではない。旧記によると、仏像や仏具を打ち砕いて、その荷がついたり、金銀の箔がついたりした木を炉端に積み重ねて焚木の城に売っていたということである。洛中がその始末であるから、羅生門の修理などは元より誰も捨てて顧みるものがなかった。するとその荒れ果てたのを良いことにして、鳥が住む、盗人が住む、とうとうしまいには引き取り手のない死人をこの門へ持ってきて捨てていくという習慣さえできた。そこで日の目が見えなくなると誰でも君を悪がってこの門の近所へは足踏みをしないことになってしまったのである。その代わり、またカラスがどこからかたくさん集まってきた。昼間見ると、そのカラスが何羽となく輪を描いて高いシビの周りを鳴きながら飛び回っている。ことに、門の上の空が夕焼けで赤くなるときには、それがゴマを撒いたようにはっきり見えた。カラスは、もちろん、門の上にある死人の肉をついばみに来るのである。もっとも、今日は、刻限が遅いせいか、一羽も見えない。ただ、ところどころ、崩れかかった。そうしてその崩れ目に長い草の生えた石段の上に、カラスの糞が、点々と白くこびりついているのが見える。下人は7段ある石段の一番上の段に、洗いざらした紺の青の尻を据えて、右の方にできた大きなニキビを気にしながら、ぼんやり、雨の降るのを眺めていた。作者はさっき、下人が雨やみを待っていたと書いた。しかし、下人は、雨が止んでも、格別どうしようというあてはない。普段なら、もちろん、主人の家へ帰るべきはずである。ところがその主人からは、4、5日前に暇を出された。前にも書いたように、当時京都の町は、一通りならず衰微していた。今この下人が、長年、使われていた主人から暇を出されたのも、実は、この衰微の小さな余波に他ならない。だから、下人が雨やみを待っていた、というよりも、雨に降り込められた下人が、行きどころがなくて、途方に暮れていたという方が、適当である。その上、今日の空模様も少なからず、この平安町の下人のセンチメンタリズムに影響した。猿の小草刈りから降り出した雨は、未だに上がる景色がない。そこで、下人は、何を置いても差し当たり、明日の暮らしをどうにかしようとして、いわば、どうにもならないことを、どうにかしようとして、取り留めもない考えをたどりながら、さっきから、朱雀王子に降る、雨の音を、聞くともなく聞いていたのである。雨は、羅生門を包んで、遠くから、ザーッという音を集めてくる。夕闇は、次第に空を低くして、見上げると、門の屋根が、斜に突き出したイラカの先に、重たく薄暗い雲を支えている。どうにもならないことを、どうにかするためには、手段を選んでいるいとまはない。選んでいれば、追事の下か、道端の土の上で、飢え死にをするばかりである。そうして、この門の上へ持ってきて、犬のように捨てられてしまうばかりである。
選ばないとすれば、下人の考えは何度も同じ道を停滞した挙句にやっとこの局所へ到着した。しかしこのすればはいつまで経っても結局すればであった。下人は手段を選ばないということを肯定しながらも、このすればの型をつけるために当然その後に来るべき盗人になるより他に仕方がないということを積極的に肯定するだけの勇気が出ずにいたのである。下人は大きな草目をして、それから大儀そうに立ち上がった。夕冷えのする京都はもう日よけが欲しいほどの寒さである。風は門の柱と柱との間を夕闇とともに遠慮なく吹き抜ける。荷塗りの柱に止まっていたキリギリスも、もうどこかへ行ってしまった。下人は首を縮めながら山吹の風見に重ねた紺の青の肩を高くして門の周りを見回した。雨風の憂いのない、人目にかかる恐れのない、一晩楽に寝られそうなところがあれば、そこでともかくも夜を明かそうと思ったからである。すると、幸い門の上の廊へ登る幅の広い、これも荷を塗ったはしごが目についた。上なら人がいたにしても、どうせ死人ばかりである。下人はそこで腰に下げた聖塚の太刀が、さや走らないように気をつけながら、わら草履を履いた足を、そのはしごの一番下の段へ踏みかけた。それから、何分かの後である。羅生門の廊の上へ出る、幅の広いはしごの中段に、一人の男が、猫のように身を縮めて、息を殺しながら、上の様子を伺っていた。廊の上から差す火の光が、かすかに、その男の右の方を濡らしている。短い髭の中に赤く膿を持ったニキビのある方である。下人は、はじめから、この上にいる者は、死人ばかりだと高をくくっていた。それが、はしごを2、3段登ってみると、上では誰か、火を灯して、しかもその火をそこここと動かしているらしい。これは、その濁った、黄色い光が、隅々に、雲の巣をかけた、天井裏に、揺れながら映ったので、すぐにそれと知れたのである。この雨の夜に、この羅生門の上で、火を灯しているからは、どうせ、ただのものではない。下人は、ヤモリのように足音を盗んで、やっと急なはしごを、一番上の段まで這うようにして、登り詰めた。そうして、体をできるだけ、平らにしながら、首をできるだけ、前へ出して、恐る恐る、牢の内を覗いてみた。見ると、牢の内には、噂に聞いた通り、いくつかの死骸が、無造作に捨ててあるが、火の、光の及ぶ範囲が、思ったより狭いので、数はいくつともわからない。ただ、おぼろげながら、知れるのは、その中に、裸の死骸と、着物を着た死骸とがあるということである。もちろん、中には、女も男も混じっているらしい。そうして、その死骸は皆、それが、かつて、生きていた人間だという事実さえ疑われるほど、土をこねて作った人形のように、口を開いたり手を伸ばしたりして、ゴロゴロ床の上に転がっていた。しかも、肩とか、胸とかの、高くなっている部分に、ぼんやりした火の光を受けて、低くなっている部分の影を一層暗くしながら、永久に、推しのごとく黙っていた。下人は、それらの死骸の腐乱した周期に、思わず鼻を覆った。しかし、その手は、次の瞬間には、もう、鼻を覆うことを忘れていた。ある強い感情が、ほとんどことごとく、この男の嗅覚を奪ってしまったからだ。